関東地方でも日によっては日中最高気温が10度を下回るような冬シーズンの訪れを感じる今日この頃ですが、皆さん元気にお過ごしでしょうか。寒くなってくると皆さんお待ちかねのカンブルシーズンの開幕となり、皆さんもいても立ってもいられない、今すぐにでも磯に立ちたいという心境ではないでしょうか。私は日本列島を寒波が襲っていた12月1日に今シーズン最初のカンブレ長考を実施しました。当日夜間は関東地方のいずれも気温が10度を下回るような状況で、海水温も18度前後とだいぶ冬らしい雰囲気が出ていました。その日はライブ中継を実施していましたので、もしご興味ありましたらこちらのライブ映像もご覧ください。超過としては一番大きいので 40.5 センチの口太グレを筆頭に40センチクラスが2枚、35センチ前後の両型グレが5枚と餌すら取られない渋い状況の中でまずまずの結果でした。超過は午後に集中しています。午前中は朝1の朝松部の時間帯で 40.5 センチの1匹だけ、それ以外は11時以降の超過となっています。もちろん満潮干潮のタイミングで潮が入れ替わったことによる海中の状況変化もありますが、攻め方を午前と午後で大きく変えたことが実はこの結果に影響しています。午前はいつもと同じく変化がありそうな箇所をまんべんなくいろいろなポイントを攻めていたのですが、午後からは潜り潮が発生するポイントをじっくりゆっくり浮きを沈めて深く探って釣りました。その結果が11時30分から1時30分の2時間で深棚に潜んでいた両型グレが5枚という超過です。多分昨年まででしたら諦めて半誘導に仕掛けを変えて重りの力を使って深棚を攻めていたと思います。餌取りがたくさんいて付け餌が残らないような状況だと必要はありませんが、餌すら触られないような厳しい時に全誘導で深棚を釣るにはこの潜り潮の活用がすごく効果的だということを改めて認識した一日でした。今回は上級者には釈迦に説法のような話ではありますが、私のような初心者向けに潜り潮について考察していきたいと思います。餌取りが多かったキーソまでは活用しなくても大丈夫だった潜り潮ですが、これからの寒のシーズンに入ると特に前走沈め釣りのような徐々に仕掛けを沈めていく釣りでは深棚を釣るには欠かすことのできないファクターになるかもしれません。何か参考になりましたら幸いです。何か質問やご意見ありましたら遠慮なくコメントをください。まず潜り潮について説明させていただきます。潜り潮とは潮目などで流れの違う潮がぶつかったり沈み瀬があったり海底地形の変化によって起こる下向きの海流が生じる現象となります。よくさらしの先とか絞り根があるような箇所によく発生すると言われています。潮の流れによって生じる現象になりますので、その時々の潮の流れで発生する場所が変わったり発生しなかったりします。海底の地形が複雑ではない堤防などではあまり見られないかもしれませんが、海底地形が複雑な磯釣りでは結構よく発生します。仕掛けを流していると潜り潮のエリアに入るとなんか浮きがスッと海中に消えていきますのですぐわかります。初めて見た時は当たりと勘違いしてしまいます。仕掛けを回収してみると差し餌にも何も変化がなかった潜り潮だったんだという経験が皆さんもあるかもしれません。表層の潮流やさらしによってどこで潜り潮ができるかは刻一刻と変化していきますので、軽い仕掛けを使用する釣り人はよく仕掛けの変化を観察しておく必要があります。これは私がよく通っている磯の映像ですが、この箇所にほぼ必ず潜り潮が発生します。左右のさらしがこの交点でぶつかることでその方向の流れが生することと、この部分は少しくぼんでいる海底の変化があるため常に潜り潮が発生します。特に画面左側から右に海流が流れる場合は浅い左手から深くなる正面と変化しますので、正面の交点箇所でその方向の海流が生じやすくなっています。この部分の海中動画をご覧ください。左手が先ほどの釣り竿のちょうど左手となります。少し浅くなっており画面中央部分がくぼんでいるのが確認できると思います。映像で目視することは困難ですが、ここに潜り潮が生じていることになります。潜り潮では縦方向に海流が生じますので、コマセも縦方向に広がります。海水温が高かったシーズンは餌取りやコッパグレも多く、グレの活性も高くて浮上して海面近くのコマセを捕食していました。しかしこれからの寒のシーズン、海水温が低くなると
餌取りもいなくなり、グレも活性が上がらず底の方でひっそりと降ってくるコマセを捕食するだけとなります。活性も低いし、グレも縦に移動してくれないので、なかなか差し餌をグレの口元に届けるのが難しく、当たりも出づらいので、釣り人は渋いと感じてしまいますし、実際に釣るのも難しくなります。仕掛けですが、私のパイロット仕掛けとしている10メートル程度のロングハリスと00機のコンビネーションで仕掛け全体を沈めていく、いわゆる前走沈め釣りのような軽い仕掛けを前提としています。前走沈め釣りは前走長法、船長法とかメーカーによって呼び名が異なりますが、同じ思想に基づく釣り方となります。基本はしぶしぶの翼力のほぼない浮きである0機や00機を海水よりも比重の重いフロロカーボンハリスの中に入れて仕掛け全体を沈めていく釣り方となります。この仕掛けについては過去に動画を上げていますので、ご興味のある方はそちらもご参照ください。浮き止めをつけていませんので、食い込みもよく、表層から沈めながら下方向に探っていきます。グレが縦方向に行動してくれるときは無類の強さを誇る釣り方となるのですが、深棚を攻めるのは正直難しいです。当然ですが、水中で気や差し餌がどう動いているかは想像だけで実際は分かりません。ましてや、海中深くに浮きがうっすら見えるような沈んだ状態で、コマセと同調できているかなんて全く分かりません。道糸が風を受けるとその影響が気の沈み方にも影響を与えます。深棚でこれらの様々要因で変化する沈み方をコントロールするのは不可能で、コンディションが悪くなるほど、コマセとの同調は困難になってきます。浮きをもっと浮力のないトリプルゼロやランダマなど強制的に沈めていく方法もありますが、実際海面下では差し餌の動きが不自然になっているなどで沈めることはできても結局魚が食ってくれないなどということもよくあります。そこで昨年までは沈めても差し餌を触られない、深棚にグレは泳いでいそうだがそこまで仕掛けが入らないという今回のような状況では、すっかり半誘導仕掛けに変更して重りの力を利用してしっかり棚をキープして釣るようにしていました。今回はそうせずに別のアプローチで前走沈め釣りの仕掛け全体を深棚に効率的、効果的に送り込んで結果を出すことができたということになります。深棚を攻める時の仕掛けの比較となります。潜り手を使って全誘導仕掛けを深棚に送っていくパターン、全誘導でゆっくり沈めていくパターン、半誘導で一気に深棚に仕掛けを持っていくパターンを想定しています。潜り潮攻略は縦に仕掛けを入れて釣っていくイメージです。仕掛けを潜り潮のエリアに流し込んで、差し餌から浮きと順番に潜り潮で下に送り込むことをイメージします。全誘導沈め釣りは潮流に仕掛け全体を乗せながらゆっくり沈めていく釣り方で、仕掛けをゆっくりと斜めに沈めていくイメージとなります。深棚を攻めるときはゆっくりと仕掛けを入れていくことになりますので、どうしても攻めたい深い棚に仕掛けが到達するまでに時間を要してしまいます。その途中にフグなどの餌取りがいると気づかない間に餌が取られてしまう可能性があります。半誘導は棚を決めて横に仕掛けを流していくイメージとなります。深棚を攻めるのであれば重りの力を借りて効率的に深棚に仕掛けを送り込ませることができます。それでは全誘導沈め釣りでの潜り潮攻略に話を戻したいと思います。潜り潮攻略は潮の流れに沿って縦に探りますので、仕掛けや差し餌を重りの力を使って沈める必要はありません。潜り潮の中でまず一番重たい差し餌と針が沈降して、その後海流を受けた浮きが沈みます。まさに縦方向に差し餌先行の状況を作り出していることになります。拡大の映像では分かりづらいのですが、潜り潮ポイントに差し掛かると差し餌がまず沈降を始め、それにつられて潮受けマーカーがスッと海中に消えていき、その後浮きが沈み始めます。そして浮きが見えなくなるぐらいに深棚に仕掛けが入っていきます。コマセも同じ潜っていく潮流に乗ってそこに向かって流れますので、あまり考えずに難しい深棚でのコマセとの同調を実現することができます。もし潜り潮の底でグレたちが横移動でコマセを捕食していたら、まさにそこの上から差し餌がふわりと海流に乗って落としてくることになります。グレたちが横移動している層にうまく差し餌を落とせるように、あとは仕掛けをあまり張りすぎずに道糸を送り込んで自分の餌が捕食されるのをひたすら待ちます。今回は前走沈め釣りでの潜り潮攻略となっていますが、原理的には半誘導仕掛けを沈めることで、半誘導仕掛けでの潜り潮で深棚を攻めることは可能です。ゆるい潜り潮であれば半誘導の沈め釣りのようなイメージで潜り潮を攻略できるかもしれません。今回の磯の潜り潮のように縦にかなり強い海流ができている状況では、重りがついていると差し餌が潜り潮の中で不自然な動きに見えてしまうかもしれません。潜り潮の中で差し餌先行の状況を作りたいのですが、重りがあると
重りが一番重たい部分になってしまうので重りが先に沈んだり、海流を受けて余計な動きを重りがしてしまうかもしれません。画像のように重りが潮流を受けてハリスが張れない状況ができると、差し餌をグレが加えても当たりが出ませんので、気づかないうちに餌が取られてしまう可能性が高くなります。実際に海中で観察できたわけではないので断定的なことは言えませんが、潜り潮で沈むコマセに差し餌を紛れ込ませて深棚で群れに食わせるのが潜り潮攻略の基本戦略になるのですが、この場合はやはり全誘導沈め釣りとの組み合わせがベストなのではないかと思います。このような感じで間のシーズンは軽い仕掛けで潜り潮を攻めることで効率的、効果的に深棚を攻めることができます。ただし気をつけなければならない点が2点あります。まず軽い仕掛けでの釣りとなりますので、仕掛けの沈みや潜り潮の海流を受けての差し餌の沈降を邪魔しないラインワークがやはり重要になります。道糸を十分送り出してあげるのは当然なのですが、その道糸も表層の流れや風の影響を受けないように道糸のコントロールが重要になります。こちらは今回の情報の動画ですが、この釣り差の良いところは左右のさらしのおかげで自然とこの真ん中のところに沖に向かっていくような緩い海流ができていています。この日は風が右から左に4から5メートル吹いていたので、適当に道糸を出すと道糸が風で左に取られて仕掛けにブレーキをかけてしまい、潜り潮の中でも仕掛けが引っ張られてしまい十分に沈まなくなります。今回の場所はそのような心配はなく、道糸を海面に置いておけば左からのさらしが道糸の手を中央に押し戻してくれます。このような理想的なさらしが出ているような磯は稀だと思いますが、道糸を沈めるなりうまく潮状に道糸を置くなりしてできる限り仕掛けが自然に入っていくようにすることが必要となります。風が強くて道糸が風に取られてしまい、潜り潮でも仕掛けや気が十分に沈降しない場合はガンダマをハリスに打って重りの力を使って道糸に対する風の影響をオフセットするように試みます。ガンダマの重さを変えながら風の影響をオフセットできて、潜り潮で適度なスピードで沈降できるような重りの重さを試行錯誤して探し出します。重りが重すぎるとマイナス面が大きくなるので、必要最小限の重りの重さを設定するイメージです。今回の釣り差のようにさらしが風をオフセットしてくれるようなことがないと、強風下では通常の全誘導沈め釣りと同じく細かい難しい釣りになってしまいます。次にうまく潜り潮で差し餌と浮きを深棚に送り込んだとしても、活性が高くない場合は食いしぶってちょっとでも違和感のある動きを差し餌がすると見切られて捕食されなかったり、警戒して口に頬張るだけで終わって足りなく餌が取られてしまいます。少しでも警戒心を下げるためにも、海の状況によっては1号や 1.2 号の細ハリス、針も2号や3号など小さいものにする必要があるかもしれません。前回の兆候も通常使用している2号ハリスで潜り潮を沈めても見切られて魚がかかることなく、ハリスを 1.2 号に落として針も2号や3号の小さな針に変えて初めて結果が出ました。やはり2号ハリスでは地形差の動きが不自然になってしまい、魚たちに敬遠されていたに違いありません。ハリスを細く針を小さくして魚たちの警戒が解けたのか、パクッと餌と食べてくれるようになり、明確な当たりが出るようになりました。海の状況を見て活性が高くないようでしたら、思い切ってハリスと針を小さいものに変えてみると状況が変わるかもしれません。最後に実際の潜り潮を活用して魚をかけた例を紹介させていただきます。コマセを打つ前に仕掛けを投入しています。風は左2号6メートル吹いているのですが、潮は右に流れており、潜り潮のポイントより若干左側に仕掛けを投げ込んでいます。仕掛けを張って差し餌先行で沈められるように仕掛け投入後道糸を巻いて若干浮きを手前に引き戻しています。表層は風の影響を受けて若干左に流れているのですが、少し沈めば底潮の影響で仕掛けは右側に流れていき、潜り潮のポイントを目指します。コマセは多めに巻いています。今回はオキアミとパンコウ、ぬかだけのコマセのためあまり固まらず空中でばらけてしまっています。道糸を多めに出して海面に置いてさらしで沖の方に押し出してもらっています。そしてできる限り穂先を海面に近づけ、風の影響を消してうまく仕掛けを流そうとしています。浮きの部分を拡大しています。この時点では潮受けマーカーもそんなに離れていないのがわかると思います。潜り潮に入るとまず潮受けマーカーが見えなくなり、そして浮きが徐々に沈んでいきます。潜り潮沈降の途中でそんなに深く潜っていない段階で手元に感じる違和感があり、合わせを入れると
強烈な当たりが来ました。潜り潮で沈降してくるコマセを食べようと少し浮上してきたグレが食いついたものと考えられます。ハリスは 1.2 号なのでドラグを効かせつつ慎重にやり取りをしています。疲れただろう。手が痛いよ。よし。しっかり弱らせてから取り込みをしていきます。上がってきたのは両型の口太グレ 35cm でした。仕掛けをハリス 1.2 号に変えて潜り潮で沈めて見事に手にした会心の1匹でした。続いて3頭までに2例コマセを巻いて潜り潮で仕掛けを沈め、そしてグレをかけた例を紹介させていただきます。先ほどと同じく先に仕掛けを入れて仕掛けを戻して仕掛けを張って潮流を考慮して仕掛けの左側にコマセを入れています。あとは同じく仕掛けが潜り潮で深棚に沈んでいくのを邪魔しないように道糸をさらしに乗せて糸を出しています。浮きを拡大しています。潜り潮のエリアに達すると餌から沈み始めて、そして気が海中に消えていきます。かなり浮きは深く沈んでしまいました。中央部でうっすら浮きの緑色が見える時があります。おそらく5メートル以上この時点で沈降しています。ザバーン、バチ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 って。道糸がピンと張ってラインあたりがここで出ています。落ち着いてリールのベールを戻して当たりを入れています。潜り潮で沈降を始めてから約40秒後の当たりとなります。いいサイズだ。おもれー。こっち向いて。口打と。30センチ。この事例も同じように先に仕掛けを打ち仕掛けを張って、そして仕掛けを流して潜り潮で深棚を釣っていく例となります。
潜り潮で沈めて待っていると明確な会心のラインあたりで当たりを取れています。今回はでっぷりした、これも両型の32センチオナガグレでした。今回はカングレを全誘導沈め釣りで潜り潮を使って深棚を攻める方法について解説させていただきました。海の状況は潮位や時間、風や水温、魚の活性や餌取りの状況、様々な外的要因で刻一刻と変化しており、同じ時は一度たりとも存在しません。そんな中、厳しい深棚攻略の一つのヒントとして今回の動画を参考にしていただけると大変嬉しいです。何かご不明な点ありましたら遠慮なくコメントを残してください。動画が参考になりましたらぜひいいねのボタンをお願いいたします。チャンネル登録といいねをぜひよろしくお願いいたします。